藤原でございます。今回は2022年に仮想通貨で送り人が急増する理由について解説していきたいなと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株などについて毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。2021年末に送り人が急増する理由っていうの動画を上げたんですけども、ちょっと状況も変わったしね、僕の分析もちょっと変わったんで、2022年までね、続くっていう感じで、僕も今考えてます。ということで、ちょっとそれをね、解説し直そうかなと思ってます。で、一つ目のね、理由、ちょっとこれは繰り返しになるんだけど、一つ目が、やっぱりビットコインの半減期がありますよね。半減期っていうのは、ビットコインのマイナーに対する報酬が半減する時期のことを言うんですけども、1回目が2012年の11月の29日。で、1回目の仮想通貨バブルが、その1年後の2013年に来ました。で、ちょうど1年後ぐらいに仮想通貨バブルが崩壊したんですね。これが1回目の仮想通貨バブル。で、2回目っていうのが2016年の7月9日にビットコインの半減期があって、その1年後の2017年に仮想通貨バブルになって、2017年の12月にビットコインが仮想通貨バブル、ビットコインのバブルが崩壊して、で、2018年の1月にアルトコインのバブルが崩壊するっていうことで、2回目の方は半減期から1年5ヶ月後ぐらいに、崩壊を迎えたっていう感じです。で、3回目の半減期が2020年の5月にありました。で、そこから今1年半ぐらい経ったという感じなんですけども、僕のね、これまでのね、読みだと、大体ね、今まで、仮想通貨バブルの崩壊で12月とか1月ぐらいに起きたので、年末年始ぐらいにね、また今回も崩壊するんじゃないかと思って、2021年に仮想通貨バブルが、崩壊するという感じで説明してきたんですけども、最近のね、ちょっとね、海外の分析とかでいくと、半減期からバブルの天井までの時期が少しずつ伸びているんじゃないかって説が有力になって、つまり2013年のバブルは、ちょうど半減期から1年後。2017年のバブルは半減期から1年5ヶ月後なんで、次のバブルの、崩壊は1年10ヶ月後、あるいは2年ぐらいなんじゃないかなという説が結構ね、有力になってきてるんですよね。で、それは2022年の3月から5月ってことになります。僕もね、それぐらいの時期に、ちょうど今年、来年にかけて、2022年の3月から5月、それぐらいが天井になる仮想通貨バブルになるんじゃないかなというふうに思ってます。で、もう一つね、まだバブルが続きそうだなっていう根拠があって、もう一つが仮想通貨の、ビットコインがね、最高値を更新した後に爆上げるっていう傾向が今までもありました。例えば、2013年の時は、2012年の半減期の時点で1000円前後を推移してたんですけども、その後その1000円を超えた後に、一気に史上最高値の12万円ぐらいになったんですね。だから半減期終わってから120倍ぐらいになったっていう感じです。で、2017年のバブルの時は、7万円ぐらいをね、半減期の時点では推移してたのが、やっぱり7万円を超えたあたりから一気に上昇してきて240万円までつけたって感じです。これが1年5ヶ月後っていう感じ。1年5ヶ月で34倍になりましたってことです。で、その時の最高値が240万円なんですね。で、今の最高値が700万円台ぐらいなんで、前回のバブルからビットコインが3倍しかまだ上げてないんですよ。だからこの状態でバブルが崩壊というかね、6万9000ドルの、天井が一番上っていうことはないと思うんですよ。多分もっともっと上がってからバブル崩壊だと思ってますんで、今もね、2021年の時に、10月に、最高値のビットコインを更新して、一旦6万9000ドルまで行ったと。で、その後ね、少し下がっててね、今これ撮ってる段階では、12月なんですけど、2021年の。6万9000ドルつけた後、4万2000ドルまで1回暴落してるって感じなんですね。ちょうど3分の1ぐらい落ちてきたって感じなんですけど、僕はここから結構ね、大幅に上がってくるんじゃないかなというふうに思ってます。で、ちょっと海外勢のね、面白いね、ツイートとかを紹介していこうかなと思うんですけど、まずスティーブさんっていう方がね、
ビットコインをね、トップスライディングスケールモデルっていうので示したやつです。これが、まあ、ビットコインに価格ついてからの、まあ、チャートなんですけど、まあ、2つ大きなですね、山があると思うんですけど、1つ目の山が2013年のバブル。2つ目の山が2017年のバブル。で、今が、ちょうどね、3回目のバブルってことなんですけど、価格的にはね、真ん中ぐらいを見ますよね。このカーブを描いている感じで、やっぱりトップに行くんじゃないかっていう風なのが有力なんですけど、もしトップをつけるんだとすると、2022年の1月時点で19万ドルなんですね。まあ、大体価格としては2100万円ぐらいになると思うんですけど、それぐらいで、トップが2022年の年末だった場合は、25万ドルぐらいになります。2800万円ぐらいになるっていう感じで、このあたりをめがけてね、19万ドルから25万ドルをめがけて、今からまだ上昇が続くんじゃないかなって僕も思ってます。で、他のね、ツイートも紹介していきますけども、ブレイクさんっていう人のね、ツイートなんですけど、これもすごい面白くて、2013年のバブルの時はトレンドラインが3つありましたよと、上昇トレンドが。だんだんね、こう、傾斜がきつくなってきてますよね、というのが2013年。で、2017年もだんだん傾斜がきつくなるトレンドラインが3つありましたと。じゃあ今のね、バブルはっていうと、2つ目の上昇トレンドはもう確認できた。でも3つ目が確認できないってことは、今から急上昇するような相場が待ってるんじゃないかなと思います。これもね、すごい面白いね、分析だと思うんですよね。で、3つ目が、ツイッターではかなり有名なテックデブさんなんですけども、同じようにね、スライディングスケールを使って、チャートを示してるんですけど、下にね、RSI があると思うんですけど、RSI が色分けされているのが分かると思うんですけど、RSI が同じような動きしてるよね、と。上がったり下がったり上がったり下がったりね。してますよねと。で、今が、オレンジのところにいますと。一旦最高値付近の緑まで上がってきたんだけど、オレンジの押し目のところからまだ最後の黄色に向かって上がるところがないよねと。で、上がってきたら価格としてはさっきね、言ってた19万ドルから25万ドルぐらいのところまで上がってくるよねっていう感じ。まあ、そんな感じで、結構海外の有名なインフルエンサーとかも、まだまだね、仮想通貨バブル終わってない2022年のやっぱ春ぐらいまではね、続くんじゃないかなと僕個人は、まあ思ってます。で僕も自身もね、他にね、いろいろ根拠があって、例えば、仮想通貨バブルが終わった時って、例えば一気にね、前回も240万から100万円ぐらいまで落ちるっていうね、暴落とかがあったわけですよ。で、それは、240万円から100万円なんで、半値以上落としてるんですよね。でそういう暴落があったら、まあさすがに終わりかなと思います。そういう場合は、暴落した後、戻り高値で、まあ、売ってしまう。全部売ってしまうっていうのがいい逃げ方だと思うんですけど、今回まだそんなに落ちてない。6万9000ドルから4万2000ドルに落ちて3分の1しか落ちてない。ってことはまだ押し目の範囲で、まだ上がってくるような相場があるんじゃないかなと思います。でも例えば、天井で25万ドルつけたんだけど、一気にね、10万ドルまでで暴落するみたいな、なんかそういうクライマックスを迎えるんじゃないかなと思います。で、もちろん皆さんアルトコインにも投資してる人多いと思うんですけど、アルトコインのバブルは2013年も2017年もビットコインより少し後にバブル崩壊してますから、まず最初にビットコインがものすごく上げて、トップ高みたいな感じで上げてから、ビットコインのバブル崩壊してからアルトコインに資金が流れて、アルトコインの最後のクライマックスの上昇してくるんじゃないかなって。まあそんな感じで僕も考えているので、まず今は、ビットコインに投資するっていうのが一番ね、まあ無難なのかなと思います。戦略としてはもちろんビットコインを現物でガチをするっていうのと一つと、少しリスク取ってでも爆撃入れたい人は、レバレッジを3倍ぐらい程度かけて長期ロングするっていうのがあります。で長期ロングするんだったら手数料が安い方がいいので、おすすめの取引所は、やっぱりバイビットになります。僕もバイビットでレバレッジ3倍でずっと長期ロングしてて、まあ、結構な含み益を持ってるんですけど、そんな感じで、まあ、挑戦してもいいかなと思います。3倍レバレッジかければね、自分が持ってる資金の、まあ、3倍の威力でね、
投資できるってことなんでね。1000万しかなくても3000万円分投資したってことで、利益を出るということで。もちろん、暴落した時はね、その分、3倍のね、含み損になったりするわけなんですけども、それぐらいリスク取ってもいいよって人は長期ロングも、バイビットとかで、挑戦してみてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、今回は2022年に仮想通貨で、送り人が急増する理由について解説してきました。今日の動画が役に立ったって方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。僕毎日チャート分析とか、ニュースの配信やってますので、僕のチャンネル見てください。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。仮想通貨投資をやるなら動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。入金方法は他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨が購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になってます。しかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットを、メインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤原の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。